フライパンで簡単に作れる紅茶の蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はフライパンで簡単に作れる紅茶の蒸しパンを作りたいと思います。ということでですね、久々に蒸しパンを作るんですけれども、今回はホットケーキミックスとあと紅茶のティーパックを使って紅茶の蒸しパンを作っていきたいと思います。で、フライパンで作れるのですごく簡単に作れます。そして今回使う方はこちらです。100円ショップで買った8号サイズのこちら紙カップですね。耐熱用の紙カップになってます。今回はこちらの紙カップを使っていくんですが、生地を入れると紙カップが広がってしまうので、こういうシリコンカップとか紙カップと同じぐらいの大きさの耐熱の容器の中に入れて使うようにしてください。はい、ということで早速作っていきたいと思います。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、卵、お砂糖、サラダ油、お湯、紅茶のティーバッグです。今回はアールグレーの紅茶を使います。こちらの紅茶はお好みのものを使っていただいて大丈夫です。はい、ということで今日はこちらの材料で作っていきます。はい、それではまず作る前に生地を入れるカップを用意しておきます。こちらが今回使う紙カップです。で、こちらが同じ大きさぐらいの耐熱の容器になります。今回はね、シリコンカップを使います。はい。で、これにパコッとはめ込みます。こんな感じです。そうすると生地を入れてもビヨーンと生地が広がりません。シリコンカップじゃなくても同じぐらいの大きさの容器などに入れてください。もちろんそのままシリコンカップに生地を入れていただいても大丈夫です。このような状態で用意しておきましょう。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まずこういう容器を用意して、こちらのティーパックを開けます。はい、皆さんもご存知かと思いますが、このような状態になってます。で、今回はこの中身も使います。なのでこの袋を切ります。はい、袋を切るとこのようになってます。そうしましたらこの茶葉を容器に開けてください。はい、ここにお湯を注ぎます。はい、そして混ぜましょう。こんな感じで混ぜておきましょう。今回生地も紅茶の色にしていきたいので、お湯で紅茶を出してから入れます。で、もし生地を紅茶の色じゃなくて白っぽくしたい場合は、紅茶の葉をお湯につけずにそのまま入れてください。そうすると白い紅茶の蒸しパンを作ることができます。はい、それでは生地を作っていきます。まずボウルに牛乳と卵ですね、卵、そしてサラダ油を加えます。これをよくかき混ぜてください。この時のポイントは、最初に水分系のものを混ぜて最後にホットケーキミックスを加えるようにしてください。最初にホットケーキミックスも一緒に混ぜてしまうとダマダマになりやすくなります。そしてここにお砂糖と、はい、そして先ほどの紅茶を加えます。で、こちらはこの茶葉ごと加えてください。そしてよく混ぜましょう。はい、そうするとちょっとミルクティーのような紅茶の色に仕上がります。ホットケーキミックスをふるって加えましょう。これをよく混ぜます。ダマができないようにしっかりと混ぜるようにしてください。で、最初思いっきり混ぜると粉が飛び散るので、最初はゆっくり混ぜましょう。はい、こんな感じで OK です。ホットケーキミックスのダマダマがなくなるまでしっかり混ぜましょう。はい、生地はこれで完成です。この後こちらの生地を型に流し込むんですが、このままだと流しづらいので、こういう口の先が尖った容器があればそちらに移し替えて入れると入れやすいです。入れ替えます。もしこういう容器がない時はスプーンなどで入れてください。はい、生地はこれで OK です。先ほど用意しておいた型の中に流し込んでいきます。7分目から8分目ぐらいまで入れるようにしてください。あと2個分ぐらい余っているので追加で入れます。はい、こんな感じで今回の分量で8号カップでいくと9個分の生地の量になります。はい、ということで早速フライパンで蒸していきたいと思います。はい、それでは早速蒸していきます。まずフライパンにお水を1センチぐらい張ってください。で、これを沸騰させます。はい、それでは沸騰するまでしばしお待ちください。
お湯が沸騰しました。そうしましたら一旦火を止めます。火を止めたらこちらのカップをやけどしないようにフライパンにのせていきましょう。はい、隣同士がぶつからない程度に並べます。また火をつけて今度は弱火にします。ここで蓋をしてください。このまま10分蒸し焼きします。はい、火加減はこのぐらいの弱火にしてください。はい、時間が経ったので火を止めます。それでは蓋を開けます。オープン。よいしょ。はい、こんな感じでまん丸にぷっくら膨らみました。ちゃんと蒸されてるかどうか一度竹串を刺します。これで生の生地がついてこなければ OK です。そしたらフライパンからやけどしないように取り出しましょう。すごい紅茶のいい香りがしますね。はい、このように仕上がりました。このカップから外します。で、この時まだこの紙カップが蒸気でちょっと濡れてるので少し乾かしましょう。この時もね、熱いのでやけどしないように注意してください。少し冷めてからねやっていただいても大丈夫です。このまま少し肩を乾かします。はい、これで紅茶の蒸しパンの完成です。まん丸でふかふかに仕上がりました。紅茶のね、いい香りがしますね。はい、ということで完成しました。こんな感じに仕上がってます。紅茶のいい香りが漂ってきます。ということで早速いただきたいと思います。ピロピロっとこんな感じです。すっごい美味しそうということでいただきます。紅茶の香りが口の中に広がってすっごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の紅茶の蒸しパンのポイントなんですけれども、まず紅茶の種類はお好みのものを使ってください。で、今回私が使ったのはトワイニングのアールグレーの紅茶を使いました。こう見ていただくとわかるんですけど、蒸しパン自体が少し紅茶の色をしてます。紅茶の茶葉を一旦お湯につけることで紅茶の色が出るので、紅茶の色づいた蒸しパンになります。あと茶葉を一旦お湯につけることで紅茶の香りもすごく引き立ちます。この蒸しパンの生地を白くしたい時はお湯につけずにそのまま茶葉だけを生地の中に入れるようにしてください。そうするともう少し白い生地に仕上がります。より紅茶の香りを楽しみたい時は一度お湯につけてから入れるようにしてください。はい、そしてですね、生地の混ぜ方は最初に水分系のものを混ぜてからホットケーキミックスを入れるようにしてください。そしてこの型なんですけれども、こういう紙のカップを使う時は大きさが同じぐらいの容器の中に入れて、それから生地を流し込んでください。今回私はシリコンカップにこう重ねてやったんですけど、シリコンカップにそのまま生地を入れても OK です。で、今回私が使ったやつがこれ100円ショップ、これ多分セリアで買ったと思うんですけどね、クラフトベーキングカップ8号っていうやつなんですけど、こんな感じでつるっとしててベーキング用なので剥がした時につるっと表面も綺麗になります。なのでね、結構これおすすめです。そして今回ご紹介した材料の分量でいくと8号カップで9個できました。こちらは参考にしていただけたらと思います。はい、ということで材料も少なくてとても簡単に作れるのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフライパンで簡単に作れる紅茶の蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。